はい、こちらがホテルの正面です。ご覧の通り、神宮球場がすぐ目の前です。9階のロビーです。ご覧のようにスワローズと提携した野球観戦チケットと宿泊のプランなんかもやっているそうです。ロビーからもこのように、神宮球場全体を見渡すことができます。はい、では日本青年館ホテルの、ルームツアーですか、ルームツアーをしたいと思います。まずこちら入ってすぐトイレがあって、この自動的に、すぐ電気がつくのでスイッチはありません。でしかも、その蓋がすぐに自動的に開くっていう最新式のねものがついてます。ただそのウォシュレットは単純でそんな複雑なものではないので、この辺迷っちゃう外国人の方にも優しい仕様なのかなという感じがいたします。続いて、ユニットバスなんですけども、私はこちらは利用しませんでした。というのは10階にスパがあるんですよ。ジャグジーまであって、すごいまだこの建物全体がご覧のようにすごくピカピカで新しいので、もうスパはなんかちょっと高級なね施設かなっていう感じ。ちなみにネットでですね5300円ぐらいでした。ちょっとかなりコスパは良かった。ただ時期によって変動はするそうなので、注意深くちょっと動向を見てって感じですかね。でアメニティこういうちょっとすいません、そのチェックアウト直前で生活感があって申し訳ないんですけども、今年の4月に法律が変わって、環境対応でそのゴミを少なくするっていう目的で9階のロビーに化粧水とか、乳液とかコットンとか何でも好きなものを取っていってくださいっていうふうになっています。で部屋は全体これシングルルームで、ちなみに空気清浄機もついてて、でロッカーはないけどこうやってハンガーいいですよね。別にそんなウォークインクローゼットとかその野球見に来てるわけだから、そんなそのホテルそのものが目的というよりは快適に過ごせればいいわけじゃないですか。で予算的にも良ければいいわけですね、もちろん。でという目的にすごいかなってる。で全体シングルルームで、18平米。私の個人的な感覚では、13平米ぐらいだとOK だけどちょっと厳しいかなと。9平米でアパホテルとかそういうクラスだと狭いなって感じはしちゃいますね。でちなみに、このパジャマですよね、上下別っていうのがポイント高いし、ベッドの幅はどのぐらい120センチぐらいあるんじゃないですか。セミダブルっぽい感じですね。で全然落ちそうになるってこともないし、で、机なんかもついてて、で、この時計なんかはもう無印とかなんだろう、電気店とかで結構いくらぐらい、3000円とかね、結構4 5千円とかねしてるんじゃないかなって。でお水は1本ついて、昨日観戦に持ってってもう飲み干しちゃいました。でお茶の類は紅茶コーヒー緑茶の、ティーバッグ、ティーバッグとインスタントが、コーヒーは確かドトールだったですね。で今結構こういう式のケトルが流行ってるみたいですよ。ちょっと使い
づらいかもしれない。まああと一通りこんな感じで揃ってて、そしてなんて言っても野球場ビューですよね。試合レビューでも申し上げました通り、今ねもう次の試合やっててね、これ六大学どこかな、六大学昨日の、午前中も午前中じゃない、午後もやってました。六大学は雨に遭わずに、ね、ヤクルト阪神戦はまあ8回ぐらいまで結構降ってましたね。という感じです。非常に綺麗で、個人的にかなりおすすめいたします。前日の様子、開門4時半の少し前、4時13分です。まだグラウンドの整備を行っています。5時10分です。この時間ですとすでにタイガースの練習が始まっている時間帯ですが、まだご覧のように雨が降っていて、まだ入ってる人もちらほらで、皆さんカッパを着ています。試合開始予定の6時を過ぎました。で、選手たちも出てきたようです。タイガースの選手たちも練習を始めたようですね。お客さんもだいぶ入ってきていて、試合開始6時半ってさっきアナウンスで言っていたので、まあ、やるでしょう。では私も行きます。はい、試合終了は10時を回っていましたが、無事、退場してで部屋に戻ってきました。今、10時24分ですね。まだグラウンドでは、整備の人が一生懸命整備をやっています。日付が変わって0時33分です。グラウンドの明かりはすっかり消えていますが、通路はなんか綺麗にまだ電気がついていて、夜景もすごく綺麗ですね。昨日は興奮してよく眠れず、朝5時22分です。朝日がすごく綺麗に昇ってきました。ホテルの1階にはカフェがあって、ハンバーガーやソフトドリンクで、隣にコンビニがあります。カフェのランチセットはこんな感じで、これは1280円です。ホテルの隣はオリンピックミュージアムで、オリンピックのオブジェがあったりとか、あと間もなく歩いていくと、銅像があります。で、こちらは国立競技場です。国立競技場の周りは
こんな風にちょっと日本庭園風になっていて、こんな感じで池なんかもあります。道路を挟んで向かい側には東京体育館があります。向こうに見えるのは、ドコモの本社ビルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。